こんにちは。今日は推しについてお話ししようと思います。この推しっていう言葉、昔からよく使われる言葉で、普通に辞書とかにも載ってるんですけど、最近よく、昔よりもよく使われてて、スラングみたいになったっていう感じなんですね。簡単にその意味を説明すると、推しっていうのは自分が、好きなアイドルとか、自分が好きなバンドのメンバーとか、YouTuber、TikToker、いろんな人いますけど、自分が好きな人、自分がファンになった人が推しっていう、意味なんですね。で、その推しと同じぐらいよく使われるのが、推し活っていう言葉なんですね。推し活動ですかね。つまり推しのためにする活動のことなんですけど、例えばアイドルを推してるなら、そのアイドルのライブに行ったり、そのアイドルのグッズを買うとか、いろんな推しのためにできることありますよね。で、推しのためにする全てのことは推し活になるんですけど、そういうね、推しっていう言葉が最近よく使われるんですよ。皆さんにはそういう推しがいますかね？僕はそういう推しがいないんですよ。好きなアイドルとか好きなバンドのメンバーとか、好きなキャラクターとかあんまりっていうか全然いなくて、推しがいないんですね。なので今回はそういう推しがいる人生と推しがいない人生、僕みたいな人の人生、そういう違いとかね、いろいろ話していきたいんですけど、さっきも話したんですけど、僕には推しがいないんですね。でも僕の友達は、その推しがいる人、いっぱいいるんですよ。その男性の友達も女性の友達も、自分だけの推しがいるみたいな人が結構いて、例えば僕の友達の中に K-POP のファン、K-POP を推している友達がいるんですね。で、その人は、K-POP の推し活をいろいろやってるんですけど、例えばその LINE スタンプもその推しの LINE スタンプを買うとか、推しが使ってるスタンプを、使うとか、そういう人もいますし、LINE スタンプだけじゃなくてその推しとコラボしてるグッズを買う人もいますし、その推しが好きな色の服を着るとか、その推しが、着ているブランドの服を買うとか、他にも極端な例だったら推しが好きな、食べ物をリサーチして、でそれと同じものを買って自分も食べるとか、そういうことをする人もいるんですね。僕の友達もそういうことをするんですけど、そういう友達もいますし、インターネット見ててもそういう推し活をする人ってたくさんいるんですよ。で、そういう人たちについての僕の意見は、めちゃくちゃいいと思いますね。推し活ってめちゃくちゃ素晴らしいことだと思うんですよ。推しがいるから仕事頑張れるとか、推しがなんか有名になってテレビに出たり、そのインターネットで活躍してるから嬉しい。で、これなんかウィンウィンな関係ですよね。応援したい気持ちもめっちゃポジティブだし、応援される方もポジティブで、でそれで何か有名になったり何か活躍できるようなことがあったら、自分が推している人が活躍してることで、自分もハッピーになって、ウィンウィンな感じなんで、めちゃくちゃ素晴らしい活動だと思うんですよ。それでめちゃくちゃ素晴らしい活動だと思うんですけど、さっきも何回も言ってますけど、僕にはそういう推している人とか推しているキャラクターがいないんですね。で、素晴らしいと思うのに、僕にとってそういうキャラクターがいないっていう、理由は、まあ、なんかね、自分のことを知らない人が、自分の人生を左右できる可能性があるっていう状況が好きじゃないのかもしれないですね。例えばさっき話した例だと、自分が推している、アイドルが何かグッズを出して、で新しいそのアイドルが新しいグッズを出したから買わなきゃとか、その新しい LINE スタンプ出したから使わなきゃとか、自分がそのスタンプを本当に自分がその商品を本当に欲しい
もちろんその推し活をしてる人は本当に欲しいんだと思いますけど、自分が欲しいっていう理由が始まりじゃなくて、自分が推している人がきっかけになってそれを追いかける感じで自分も、その人のために何かするっていうのがね、自分にはあまり合ってないかなっていうような気がしますね。でもね、あのめっちゃね、その推し活をしてる人の気持ちはめちゃくちゃよくわかるんですよ。その頑張ってる人を応援したいみたいな気持ちはよく分かって、有名じゃない人を応援したい気持ちはめちゃくちゃ分かりますね。すでに有名な人、めちゃくちゃ世界的に有名なアーティストとか、そういう人を応援したいっていう気持ちは分かりますけど、自分が応援しても多分その人は自分が応援してることに、気づかない可能性が高いと思うんですけど、人気じゃない人、人気じゃないアイドル、例えばなんか地下アイドルとか、日本だと地下アイドル、メジャーに出てる大きいステージで歌ってるアイドルじゃなくて、その地下にいるようなアイドルとかだったら、そういう人を応援したい気持ちが、割に合うっていうんですかね。その人にとって僕の応援が結構大きい部分になるっていうことを考えると、推し活してる人の気持ちが分かりやすいかもしれないですね。その人が多くてめっちゃ人気なチェーンのレストランで食べるより、その個人経営であんまり人も来ないけど、自分が応援したいから何かそのレストランで、食べたいっていう気持ちに似てる気がしますね。僕にとってはそういう、あんまり有名じゃない人を推す人の気持ちの方が分かりやすいかもしれないですね。でもこの推し活について、基本的には僕はめっちゃ賛成なんですね。素晴らしいことだと思うんですよ。自分が応援して、でその人が何か活躍したら、その人も嬉しいし、自分も嬉しいっていう状況はなんかポジティブな感じでいいと思うんですけど、でも間違った方向に押しちゃう人も結構いると思うんですよね。特に自分と推している人のその距離感が分からなくなるバージョンっていうんですかね。っていうのもさっき話した地下アイドルとか、ホストとかね、そういう人を推してると結構距離感がね分からなくなっちゃうような気がするんですよ。その距離感分からなくなるっていうのは、そのなんか有名な人、めちゃくちゃ有名なアイドルとかだったら、自分はそのアイドルを画面の中でしか見れないけど、ホストとか地下アイドルだったらそのステージと客席のね距離がめちゃくちゃ近くて、実際に話したり名前を覚えてもらえたりするんですよ。そういうその自分が推している人にね。で、そういうことでね、依存しちゃうその推し活をしてる人も結構いて、ストーカーになっちゃうとかね、推している人が他の人と結婚しちゃって、でそれで自分の生きる活力がなくなるとか、結構ネガティブな感じですし、他にも自分がその人を推しすぎて、その人に期待しすぎてしまって、でシミュレーションゲームみたいな感じですよね。自分がその人になるような感覚になって、でその人にアドバイスしすぎちゃうとか、そういうこともあると思うので、距離感がね大切だと思うんですよね。ホストとか、地下アイドルとか、さっきも言いましたけど、その距離感が本当に近いんですよね。精神的に距離も近くなるし、物理的にもね距離が近くなって、ホストとか地下アイドルに会いに行くと、なんかハグできたりするんですよ。でそういう人、その恋人じゃない好きな人と物理的に近くなれるとか
そのハグできるっていうのは、危ないと思うんですよね。なんか好きになりすぎちゃって、で、結局自分だけのものにならないなら、ストーカーしますとか、結果的にストーカーになっちゃうとか、自分のものにならないから、逆になんか嫌いになっちゃうとか、自分がめちゃくちゃ好きだった分、それが反発して、めちゃくちゃ嫌いになっちゃうとか、そういうこともね、ある気がするので、健康的な方法でその推し活する人はめちゃくちゃ素晴らしくて、僕はとてもいいなと思うんですけど、そういう距離感がね変になっちゃう人もいると思うので、そういうのは気をつけた方がいいと思います。そんな感じで今日は推し活についてお話しさせていただいたんですけど、皆さん推しとかいますか？もしいたらどんな推し活してるかコメントで教えてくれたら嬉しいです。今日は推し活についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。